100年以上にわたりブラックプールは何百万もの現地人にとっての定番観光スポットでした。家族連れは黄金色に輝く砂浜、情緒ある桟橋、そして活気あふれる娯楽を求めてこの町に集まりました。しかし現在のブラックプールはかつてと違う姿を見せています。夏の観光地として今も愛されている一方で、ブラックプールはイングランドで最も貧困が深刻な町の一つでもあります。かつてにぎわいを見せていた観光地がなぜ経済的苦境に陥ってしまったのか、そしてブラックプールは再び輝きを取り戻すことができるのか見ていきます。皆さんこんにちは、しんです。今はですねブラックプールにいます。で後ろに見えているのがブラックプールタワーというものなんですけれども、こちらはですねエッフェル塔をモデルにして作ったブラックプールの観光名所の一つになります。でこちらはね1894年からできていたもので、ずっとブラックプールの代表的な観光名所として愛されていました。でブラックプールについてなんですけれども、僕は初めてなんですよね。で結構いろいろなニュースとかもあってちょっと気になってたので今回来ることにしましたと。で僕ブラックプールって言われた時に国際ダンスフェスティバルしか思い浮かばなかったんですよね。なんですけどちょっと今回実際自分の目でいろいろ見て回りたいなと思います。ではまず簡単にこのブラックプールの歴史をご紹介したいんですけれども、18世紀の中頃まではですねここって何もなかったらしいんですよね。というか小さな町っていう表現の方が正しいと思うんですけど、で当時海水浴すると体にいいよっていうような話があり、それが一つのトレンドになります。で周りの住民たちはブラックプールに遊びに来ますと。っていうので、町っていうのが少しずつ発展していって、この海沿いの通りにはホテルっていうのができるようになりますと。で19世紀の中頃にはですねここに駅ができます。今のねブラックプールノース駅に当時駅があったみたいなんですけれども、駅ができたことにより鉄道が走ってアクセスが良くなって、さらに人がここに来るようになります。でこの後ろのブラックプールタワーもそうなんですけれども、ブラックプールには桟橋だったり、ビーチもそうなんですけれども、いろいろなこの娯楽施設っていうのがあって、観光客で賑やかでしたと。でちなみになんですけれども、ちょっとこれうまく説明できるかわからないんですが、ブラックプールはですね世界で初めて、遊歩道の街灯で電気を使ったっていうので知られているんですよね。でそれがあってさらに観光客がブラックプールにその街灯を見に来ることになるんですけれども、それが今でも続きですね、今ではブラックプールイルミネーションって呼んでるみたいなんですけれども、このイルミネーションを見に、いろんなところから人が見に来ますと。でブラックプールといえばやっぱりこの黄金色の砂浜が代表的な観光名所なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ちょっとさっき雨降っちゃって全然黄金色に見えないかもしれないんですけれども、黄金色の砂浜です。でここはですねブライトンとかと違って波があまり強くないんですよね。なので、ちゃんと砂になっていて、砂利じゃない砂浜になってます。でここの砂浜なんですけれども、ここから見る分めちゃめちゃ綺麗なんですよね。なのですごいリゾート気分が味わえるところではあるんですけれども、これとは別でですねまだブラックプールっていうのはレトロ感あふれるような街になっています。夏場限定だと思うんですけれども、ロバ乗りしたりアーケードでゲーセンで遊んだり映画館だったりいろいろあるんですけれども、そういったところで観光客っていうのがちゃんと楽しめるようになっています。でブラックプールっていうのはその国内旅行においては、今日でも人気の旅先にはなるんですけれども、以前ほどのにぎわいっていうのはもう見していないようです。で20世紀の中頃まではですねその国内の旅先ではナンバーワンだったそうなんですけれども、これがその20世紀の後半になってくるとですね少し状況が変わってきます。でこの時ね格安航空会社いわゆる LCC が出始めて、今まで行けなかった海外の旅先っていうのがそのお手頃な値段で行けるようになったと。もともとブラックプールっていうのはこの労働階級の方たちで一番にぎわってた場所なんですよね。お金持ちの人たちはスペインとかポルトガルっていう海の方に行ってたんですけれども、ブラックプールっていうのは主に労働者階級の方たちだったので、スペインとかポルトガルに行けるはずもなくここで遊んでいましたと。
なんですけど、その格安航空会社が出たことによってスペインに行けちゃう。でスペインとかに行けばね、美食、太陽、あとは物価も安いんじゃないかなと思うんですけど、そういったところからどんどんスペインの方に流れていきます。でここの自治体はね、やっぱり結構その観光への依存っていうのが大きかったので、主な収入源っていうのはこの観光から来ていましたと。なのでここで結構やっぱり大きな打撃っていうのを受けることになります。なんですけれども、そのブラックプールっていうのはやっぱりイギリス人の中ではまだこの文化的な象徴というか存在っていうのはあって、ブラックプールをテーマにした映画だったりテレビドラマだったりっていうのはまだまだいっぱいあるみたいです。でブラックプールのこの表の顔とは別でですね、裏には厳しい現実っていうのがあります。現在ですね、ブラックプールはイギリスの中で最も貧困な街の一つっていうふうに言われていて、多くの経済的な問題、社会的な問題っていうのを抱えちゃってるような状況です。で全体的のこの国内環境の衰退によりですね、ブラックプールも打撃っていうのを受けて、多くのビジネスっていうのが倒産します。で夏への季節的な依存っていうのが大きくてですね、オフシーズンになってくると、ホテルだったり、宿泊施設、あと飲食店、お土産物店っていうのが結構閑散としちゃってます。で今ね、私がいるのはこのメインの通りから一本外れたところなんですけれども、ご覧いただける通り、結構閑散としちゃってます。多くの住民というのは夏場以外のシーズンだと、職を失ってしまいます。いわゆるその季節労働っていう、ところになります。で私が参考にしたデータだと、その季節ごとの就業率っていうのは見つけられなかったんですが、ブラックプールの就業率の平均っていうのが 69% になっていて、イギリスの平均っていうのが 75% なので、やっぱりそのイギリスの全体の平均より下っていう状況になっちゃってます。そして地元民のこの健康問題っていうのも問題になっていて、どこまでその観光業が影響しているのかわからないんですけれども、喫煙、薬物依存、アルコール依存などさまざまなその健康における問題っていうのがブラックプールにはあります。イングランドの平均肥満率は 64% に対してブラックプールは 72%、 精神的不安を抱えているイングランド人の平均は 23% に対してブラックプールは 29%、 そしてイングランドの平均喫煙率は 11% に対してブラックプールは 20%。 最後にアルコールによって亡くなられた方の割合、イングランドは10万人に42人に対しブラックプールは10万人に77人とかなり高めの数字が出ています。ここで最も深刻な問題は薬物依存で、オピオイドやコカインの使用率、イングランドは 9% なのに対してブラックプールはその3倍 28% と言われています。薬物に依存してしまっている方の中には精神的な不安から来ている人もいるみたいで、決していい状況とは言えません。でブラックプールの課題のもう一つとして言われているのが劣悪な住宅環境です。観光客がもうブラックプールに来なくなったことにより、その自治体にお金が入らなくなりましたと。そうすると自治体はこの、住宅の保全作業だったり修復作業っていうのができなくなっちゃって、それで老朽化していくことになります。で老朽化した建物はですね、不動産価値っていうのが下がるので、そうすると投資目的の人たちがそこに目をつけて、この老朽化した物件っていうのを買います。で投資目的でこの物件を買っているので、その老朽化してもお構いなしっていうような状態だったらしいんですよね。で今ね、私が来てるのは、ブラックプールの中でも、最もこう怪しいというか、危ないっていうのはちょっと違うんですけど、寂しい通りにいるんですけれども、ボンドストリートっていう通りなんですけれども、周りの建物を見るとね、やっぱりちょっとこう疲れてるなっていうのが、伝わってきます。で街全体がこういう感じになっちゃっているので、教育含めてキャリアの選択肢っていうのもね結構限られちゃってて、それでブラックプールの街を出ていく若者っていうのもやっぱり結構多いみたいです。でこれまでの流れを見ていくと、なんとなくこうネガティブな印象っていうのは強いんですけれども、決して悪い話だけではありません。ブラックプールはね、いろいろな課題っていうのを抱えながらもですね、現在この町おこしというか、経済再生のプロジェクトっていうのがいろんなところで動いております。
で1つ目のプロジェクトなんですけれども、コロナ禍影響を受けたこのブラックプールを再生させるためにですね、100万ポンドの支援金っていうのが出てきて、それで町おこしというか観光客を呼び戻すみたいな施策とかが行われていました。でこれによりですね、一時的ではあるんですけれども、観光客っていうのがブラックプールに戻ってきたと言われています。でもう一つ BID 改善地区っていうようなものがあるんですけれども、これは5年間の間に確保した140万ポンドを使って、地元を含めて観光客にサービスを提供しているマーケティングの会社だったり観光関連の会社に投資して改善をしていくっていうようなプロジェクトになります。で最後にそのインフラへの整備っていうのも積極的に行われていて、これはいわゆるその公共スペースの近代化だったり交通系インフラの改善っていうところにお金を使ってですね、その観光業だけに頼らない多様性のある経済活発化を図っているようです。海辺の町の苦境はブラックプールに限ったものではなく、ヘイスティングズ、マーゲート、クラクトンシーも似た苦境とニュース、現地人から聞きます。他の海辺の町が同じような経験に立たされた中、ボーマスやブライトンのように再生を遂げた海辺の町もあります。この2都市は観光業だけに依存せず、金融、デジタル産業、教育分野を発展させ、安定した経済基盤を築きました。そして大学があることから若者の流入を促し、投資を呼び込む要因となっています。さらには緑地、文化施設、住宅環境への投資により住みやすく働きやすい街へと変貌しています。これに加えブライトンでは年間を通していろいろなイベントが開催されており、ロンドンからも近いという点を含めて再生が比較的顕著なエリアになっています。で今回ブラックプールいろいろ見て回ったんですけれども、地元の方と何人かとお話しする機会っていうのがあって、そこでちょっと僕とりわけ面白いなって思った意見をご紹介すると、1人目の方はですね、ちょっと年配の方なんですけれども、もうずっとブラックプールに住んでいる方で、その方がおっしゃってたのは、確かに以前と比べるとブラックプールって疲れているのは間違いないし、衰退しているのも間違いありませんと。で確かに社会問題ね、裏でいろいろ起こってはいるけど、逆にこれぐらいがちょうどいいんじゃないのっていうふうにはおっしゃってました。でもう一つ意見としてあったのは、その動画の中でも、ご紹介させていただいたんですけれども、今そのブラックプールはこの地域というか、自治体の活発化っていうのを、目指している中で、新しい大学の建設が今進んでるんですよね。でこの大学は、いわゆるその一般的な大学というよりかは、スキル向上するための、大学っていうのを作っているらしいんですよね。なので地元の方々に対して、スキルを、つけていくっていうような、取り組みをするような大学になるんですけれども、大学があることによってね、そのボーマスや、ブライトンみたいに高学生が集まるわけですから、そうすると地域が活発化していくっていうのはある程度予測はできるんですけれども、そこに対して、期待はしていると。なのでそれがこのブラックプールにとって、いい話なんじゃないのっていうふうにはおっしゃってました。でブラックプールってね、そのイギリスで見た時におそらく日本人からすると、マイナーな目的地なんじゃないかなとは思うんですけれども、もしブラックプールに来られたことがある方、以前の様子をこう目の当たりにされた方がいるのであれば、ぜひ感想というか当時の様子を、教えていただきたいなというふうに思います。ということで今回の動画はこちらで以上です。ブラックプールからでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。